終鉄の会員は腹を殴ってもほとんど効きません。腹を鍛えても強いパンチは打てません。これは順序が逆だということなんです。だから方向が全く逆なんですね。ここが今日の核心です。丹田腹から直進は生まれないっていうことです。ポイントになる筋肉は大腰筋です。終鉄の会員は腹を殴ってもほとんど効きません。だから傍から見るとあの流派は腹を鍛えてるんだと思われます。でも腹を鍛えても強いパンチは打てません。今日はその理由を一つの筋肉の働き方の違いによってはっきりと説明していきます。終鉄をやると確かに腹パンチに相当強くなります。だから腹が強いことはイコールパンチが強いことだ、直結してるっていうふうに思われます。でもこれは順序が逆だということなんです。呼吸の鍛錬で育つ丹田腹、それとパンチの威力を同じものだと勘違いしてはいけないというお話をします。腹パンチに耐えられる状態は傍から見ても、触ってもねはっきりわかります。腹がタイヤのように弾力があって芯がすごく硬い感じになります。つまり丹田腹は客観的にすごくチェックしやすいものなんですね。でも直進による威力の質はまた違います。直進ができている人間の腹はむしろもうふわふわに柔らかくなる時に特徴があります。それなのにパンチはものすごく重くなる。直進は傍から見ても何が変わったかとっても分かりにくいんですね。丹田腹は外から来た衝撃を体の中に響かせない能力です。直進は床から得た力を体の中心を通して拳の先まで届ける能力です。だから方向が全く逆なんですね。例えて言うと容器と柱みたいなもんなんですけども、丹田腹は衝撃を受け止めるための容器だと思ってもらうと分かりやすいかなと思います。大前提としてもちろん丹田腹も決して表面を固めればいいっていうものではありません。腹直筋がねバッキバキに固まるだけでは強いパンチには絶対耐えられません。横隔膜、腹横筋、骨盤底筋、多裂筋、この4つをセットでインナーユニットっていうんですけども、終鉄の丹田腹はこの強調がかなり精度が高い状態で起きる状態だと考えてもらうと分かりやすいです。腹パンチはまさにねこの回路を鍛えることによって耐えられるようになっていきます。だから丹田腹はインナーマッスルをねフルに活用した身体技術です。で直進はその容器にね縦の柱が通ったような、そんなイメージを持ってください。この容器だけでは衝撃には耐えられますけれども力の通り道にはなりません。この柱が通って初めて床から拾った力が拳の後ろまで届きます。もっと言えば腹をぐっと固める癖がついた人は強いパンチを打てなくなってしまいます。なぜなら、受ける時と打つ時、力を通す時は体幹に求めている役割そのものが全く違うからなんですね。腹を固めたまま力を出そうとすると床から得た力が腰椎のあたりで逃げて上半身まで伝わらないんですね。だから腹パンチに耐える体の使い方をそのままパンチに使おうとすると威力はむしろ下がってしまいます。強い攻撃にはもう一つ別の筋肉が決定的な役割を果たします。ポイントになる筋肉は大腰筋です。大腰筋が起動するかしないか、それが打たれ強さと打つ強さを分ける、本当の違いです。大腰筋は腰椎の前の方から骨盤はね貫いてというか骨盤の上をまたいで股関節、足の付け根まで届くものすごく深いところにある縦に走っている筋肉です。一般には股関節を曲げる筋肉として知られていますけれども、終鉄における大腰筋の役割はそれだけではありません。
大腰筋は床から得た力をこの骨盤を経由してもう胸郭にまで縦に通すための体のもうこの中心軸そのものを作るような筋肉です。先ほど挙げたインナーユニットの4つの筋肉が圧力容器を作るものだとすると、大腰筋はその容器に通った縦の柱、この柱が通って初めて床反力が腰椎をね縦に伝わって上半身まで体全体の重さが乗るような力を出すことができるようになります。インナーユニットの4つの筋肉はお腹の腹圧、内圧を高めて剛性を高めます。しかし大腰筋は呼吸と、腹圧をまとめる時の主役になる筋肉ではないんですね。呼吸のトレーニングによって大腰筋がクッと導き出されるようなものではないということなんです。大腰筋が縦の柱として組み込まれるためには体に全く別の条件が揃わないといけないんです。ここが今日の核心です。ここから先はメンバーシップ限定で続けていきます。メンバーシップを始めることにしました。無料動画では話しきれない身体操作の考え方とか終鉄メソッドのもうちょっと深掘りした部分を掘り下げて話をしていきます。これまでの無料動画を見ていてそこもうちょっと詳しく聞きたいなとか、その裏側の理屈もうちょっと知りたいなとか、そういうふうに思っている人にはかなり面白い内容になると思います。よろしくお願いします。